2014年、埼玉県川口市で当時17歳の少年が自らの祖父母2人を殺害するという衝撃の事件が起きたのだ。しかも背後には母親による長期的な洗脳と支配があったとされる事件よね。どうもずんだもんなのだ。四国メタンよ。今回取り上げるのは2014年に埼玉県川口市で起きた祖父母殺人事件なのだ。17歳の少年が身内である祖父母を手にかけたという家族の闇が凝縮された事件よね。この事件では少年の背後に身の母親の存在があったとされているのだ。母親が息子を操って自分の親を殺させたということなの？その構図がどこまで事実だったのか、裁判でも大きな争点になったのだ。家族の中でそんなことが起きていたなんて胸が痛くなるわ。後半では僕とメタンで母親による洗脳、支配の実態と少年がなぜ凶行に至ったのかについて深く考えていくのだ。少年法の観点や黒幕としての母親の責任についても掘り下げていくわよ。この事件は家庭の中で長年にわたって積み重なった歪みが生んだ悲劇でもあるのだ。被害者である祖父母の無念をしっかり受け止めながら見ていきたいわ。事件の真相に迫るために僕たちが調べて分かったことを順番に話していくのだ。知れば知るほどこの事件の闇の深さが見えてくると思うわ。ぜひ最後まで見てほしいのだ。この事件にはある一人の女性の存在なしには語れない始まりがあるのだ。始まり？どういうことかしら？少年が祖父母を殺害するに至った背景には母親による長年にわたる支配と洗脳があったと裁判で認定されたのだ。母親が自分の息子を操っていたということなの？その日を境に家族の中で何かが少しずつ壊れ始めたのだ。一体何がきっかけだったのかしら？まず少年の生い立ちから整理していくのだ。少年は埼玉県川口市で生まれ、事件当時17歳だったのだ。17歳といえば高校生の年齢よね。そうなのだ。少年は母親と2人で暮らしており、父親は早い段階で家庭を離れていたと伝えられているのだ。父親がいない家庭で母とこの2人きりだったのね。母親は少年が幼い頃から祖父母との関係に強い反感を抱いていたと報じられているのだ。祖父母は少年の父方の親族であり、母親は彼らを自分たちの敵と繰り返し少年に語り聞かせていたそうなのだ。幼い子供に祖父母を敵と教え込んでいたということ？少年がまだ仏心つく前から母親の言葉が少年の世界観を形作っていったのだ。それは恐ろしいことで、子供はそれが当たり前だと思って育つわ。母親は少年に対して祖父母の悪口を日常的に吹き込み続けたと伝えられているのだ。あの人たちは私たちを不幸にした、あの人たちがいなければよかったといった言葉が繰り返されたとされているのだ。それはもはや洗脳よ。子供の判断力を奪う行為だわ。精神的な支配は言葉だけではなかったのだ。母親は少年の交友関係にも強く干渉し、友人と遊ぶことや部活動への参加も制限していたと報じられているのだ。外の世界との接点を断ち切られていたのね。学校の教師の中には少年の様子に違和感を覚えていた者もいたと伝えられているのだ。表情が乏しく、誰かに常に監視されているような緊張感があったと語る関係者の声もあるのだ。先生たちも何かを感じていたのに対処できなかったということかしら？残念ながらその段階では具体的な介入には至らなかったのだ。少年は表面上は問題行動を起こしておらず、おとなしい生徒として記録されていたそうなのだ。静かであることが逆に見えにくくしてしまったのね。母親による支配が特に強まったのは少年が中学生になった頃からとされているのだ。この時期、母親は少年に祖父母は私たちの財産を奪おうとしていると繰り返し訴えるようになったと報じられているのだ。財産の話まで持ち出していたの？母親が実際に祖父母との間に金銭的なトラブルを抱えていたかどうか、その詳細は裁判でも明確には示されなかったのだ。しかし少年にとって母親の言葉は全て真実として刻み込まれていったのだ。少年に綿に情報を得る手段がなかったわけで、母親の世界だけが世界の全てだったのかしら？そうなのだ。外部との接触を断たれ、母親の語る現実だけを信じて育った少年は祖父母を母を苦しめる存在として内面化していったのだ。それは憎しみを植え付けることよ。意図的に子供を道具にしていったということじゃないの？少年が14歳から15歳にかけての時期、母親はさらに踏み込んだ言葉を口にするようになったと伝えられているのだ。あの人たちがいなくなれば私たちは自由になれるという趣旨の発言が繰り返されたとされているのだ。それは殺意をほのめかしているということじゃないの？少年の心の中でその言葉は徐々に使命として変容していったと考えられているのだ。子供が親の怒りや憎しみを代わりに背負わされてしまったのね。少年法の観点からもこの構造は重要な意味を持つのだ。少年法は20歳未満のものを少年として扱い、可塑性や成長の余地を重視する立場をとっているのだ。つまり大人と同じには裁けないという考え方よね。そうなのだ。特にこのような事例では背後に大人による支配、誘導があった場合、少年の自由意志
がどこまで機能していたかが大きな争点になるのだ。少年は自分の意思で動いたのか、それとも動かされたのかということよね。裁判ではこの点が詳しく審理されたのだ。母親は少年に対して直接殺せと命じたとも受け取れる言動を繰り返していたとされ、少年はその言葉を実行に移す準備を少しずつ進めていったと報じられているのだ。直接命じていたとすれば、それはもはや共犯どころか素犯よ。母親の行為は支配と誘導の両面を持っていたとされているのだ。少年が祖父母に対する殺意を持つに至った経緯は単純な家庭内の不和ではなく、長期的な精神的支配の産物だったのだ。少年もまたある意味では被害者だったとも言えるのかしらね。その問いはこの事件の最も難しい部分なのだ。少年は確かに自らの手で犯行を実行した。しかしその意思がどこから来たのかを考えると、単純に加害者と断じることはできないと僕は思うのだ。罪を犯した事実は変わらないけれど、その背景にある構造も見なければいけないわね。さらに少年の心理状態を深く見ていくと、事件の数ヶ月前から様子が変わっていたことが周囲の証言から浮かび上がるのだ。事件の前から何かサインがあったということなの？少年と同じ学校に通っていたクラスメートによると、この時期から少年は授業中にぼんやりとしていることが増え、給食の時間も一人で座っていることが多くなったと語っているのだ。孤立していたのね。誰にも打ち明けられずに一人で抱え込んでいたのかしら。少年が唯一信じることを許されていた存在は母親だけだったのだ。その母親が少年に植え付けたのは憎しみと使命感だったのだ。それがどれほど残酷なことか想像するだけで胸が締め付けられるわ。学校のスクールカウンセラーも少年の様子を記録に残していたと伝えられているのだ。しかし面談では大丈夫ですと答えるだけで、内側にある苦しみを話すことはなかったとされているのだ。話せなかったのよね。話せばどうなるかわからないから。母親の支配は外部への情報漏洩を強く恐れるものだったと報じられているのだ。少年は家のことを誰かに話してはいけないと繰り返し言い聞かされていたそうなのだ。外からの助けを求める回路を最初から遮断されていたのね。こうして少年は助けを求める言葉も持てないまま母親の世界の中に閉じ込められていったのだ。次はこの事件で命を奪われた被害者について話したいのだ。大切な家族を失った方たちのことをちゃんと知りたいわ。祖父は当時70代後半で、地域の老人会でも顔の広い穏やかな人物だったと伝えられているのだ。近所の人々からはいつも挨拶を欠かさない丁寧な方だったと語られているのだ。そんな人が孫に命を奪われるなんてあまりにも理不尽よ。祖母もまた同年代で地元のサークル活動に熱心に参加していた女性だったそうなのだ。夫婦2人で長年連れ添い、近隣住民からも慕われていたと伝えられているのだ。仲睦まじいご夫婦だったのね。2人は娘である少年の母親とは以前から関係が複雑だったと報じられているのだ。母親が少年を連れて実家を頼ったこともあり、祖父母は少年の成長を近くで見守っていたそうなのだ。孫を可愛がっていた祖父母だったのね。その孫に殺されるなんて。では犯行に至った直接の経緯を見ていくのだ。何がきっかけで少年は動いたのかしら。事件が起きたのは2014年のことなのだ。少年は当時17歳で母親との2人暮らしを続けながら高校に通っていたのだ。普通の高校生の日常を送っているように見えていたのね。転機になったのは母親が少年に対してある指示を繰り返し与えるようになったことだと報じられているのだ。母親は祖父母への強い憎しみと恨みを少年に吹き込み続けていたとされているのだ。自分の恨みを子供に代わりに晴らさせようとしていたということ？母親は少年に対して、おじいちゃんとおばあちゃんは敵だ、あの人たちのせいで私たちは不幸になったと繰り返し語っていたと伝えられているのだ。洗脳に近い働きかけが長期間にわたって続いていたと報じられているのだ。子供の認知を書き換え続けたのね。それは虐待そのものよ。少年が犯行を決意した時、母親からやれという趣旨の指示があったと後の供述で語られているのだ。少年は母親の言葉を命令として受け取っていたと報じられているのだ。母親は直接指示を出していたの？それはもはや共犯じゃないの？この点が黒幕として母親が問われることになる核心部分なのだ。では犯行当日の経緯を詳しく話していくのだ。覚悟して聞くわ。この後事態は急転するのだ。犯行当日、少年は祖父母の自宅を単独で訪れたのだ。玄関を入ると廊下の先にリビングがあり、祖父母は夕方の時間帯にそれぞれ室内でくつろいでいたと伝えられているのだ。少年は事前に凶器として刃物を準備し、衣服の内側に隠して祖父母宅に向かっていたのだ。室内に入った時、少年の表情に変化はなく、祖父母は普段通りに孫を迎えたとされているのだ。最初に標的となったのは祖父だったのだ。少年はリビングで向き合った祖父に近づき、右手に握った刃物を素早く引き抜いたのだ。祖父が「どうした?」と声をかけようとした瞬間、少年は上体を前に傾け、
全体重を乗せるようにして刃物を祖父の胴体めがけて突き入れたのだ。祖父は声を上げ、よろめきながら床に倒れ込んだのだ。リビングに鈍い衝撃音が響き、室内の静寂が一瞬で破られたのだ。そこへ異変を察した祖母が部屋に駆け込んできたのだ。少年は振り返ると、今度は祖母に向かって踏み込み、同じ刃物を複数回にわたって振るったのだ。祖母は両手を前に出し、必死に刃を防ごうとしたが、その手にも深い切り傷を負ったのだ。やがて力尽きた祖母もその場に倒れたのだ。少年はしばらくその場に立ち尽くし、動かなくなった2人を見下ろしていたと伝えられているのだ。室内には静寂が戻り、少年は凶器を手にしたまま玄関へと向かったのだ。言葉を失うわ。祖父母は搬送先の病院で死亡が確認されたのだ。2人の体には複数の刺し傷が残されており、祖母の両手には防御創も確認されたと報じられているのだ。最後の瞬間まで必死に生きようとしていたのね。事件が発覚したのはその日の夜遅く、祖父母宅を訪ねた関係者が室内の異変に気づいて通報したことによるのだ。駆けつけた警察官が倒れた2人を発見したのだ。少年はその時どこにいたの？少年はすでに自宅に戻っており、母親と一緒にいたところを捜査員に発見されたと報じられているのだ。逮捕時、少年は比較的落ち着いた様子で、捜査員の問いかけにも淡々と答えていたと伝えられているのだ。動揺もなく落ち着いていたの？長年にわたる母親の洗脳によって、少年の中に罪悪感を感じる回路が正常に働いていなかった可能性があると専門家は指摘しているのだ。犯行は母親の命令を実行したという認識のもとに行われたと報じられているのだ。まるで自分は何をしたのか分かっていないみたいに聞こえるわ。一方、母親もほどなく逮捕されたのだ。捜査の過程で少年への指示、洗脳の実態が明らかになり、母親は殺人教唆の疑いで立件されたと報じられているのだ。ようやく黒幕が表舞台に引き出されたのね。裁判では少年の生育環境と母親による心理的支配の程度が大きな争点となったのだ。少年法の規定により、17歳の少年は家庭裁判所に送致された後、刑事裁判に逆送されたのだ。少年法についてはもう少し説明してほしいわ。少年法では原則として20歳未満の少年は家庭裁判所で審判を受けることになっているのだ。ただし事件の重大性によっては検察官送致、いわゆる逆送が決定され、成人と同様の刑事裁判を受けることになるのだ。この事件は逆送されるほど重大だと判断されたのね。最終的に少年は殺人罪で有罪判決を受け、少年院への収容ではなく刑事施設への収容を命じる判決が下されたと報じられているのだ。母親もまた殺人教唆で実刑判決を受けたと伝えられているのだ。指示した側もきちんと裁かれたのね。それは当然のことよ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず考えたいのは、この少年の内面がいつどこから崩れ始めたのかということなのだ。表面上は僕普通の17歳の少年だったんでしょう。それがどこで壊れていったのかしら。僕はこう思うのだ。崩壊の起点は母親が少年を自分の道具として育て始めたそのずっと早い段階にあったと思うのだ。道具としてというのはどういう意味なの？母親は少年に対して祖父母への憎悪を繰り返し刷り込んでいたと報じられているのだ。あの人たちはあなたの敵だ、あなたを守れるのはお母さんだけだという言葉を幼い頃から積み重ねたとされているのだ。それって子供の世界認識そのものを書き換えてしまうことよね。そうなのだ。子供は自分の目で世界を判断する前に親の言葉で世界の地図を作るのだ。その地図に祖父母は危険な存在と書き込まれてしまえば、少年はそれを疑う土台すら持てなかったと思うのだ。物心がつく前からそういう環境にいたということよね。それがどれほど深い傷になるか考えるだけで重くなるわ。さらに僕が注目するのは、少年には母親以外の人間関係がほとんど存在しなかった点なのだ。友人との交流も学校での相談相手も極めて限られていたと伝えられているのだ。孤立していたということね。でもなぜ逃げるという選択肢が見えなかったのかしら。普通に考えれば家を出る、誰かに相談するという道があったはずよ。そこが一番重要な問いだと思うのだ。逃げるという発想が生まれるためには、今いる場所の外に別の安全な世界があると知っている必要があるのだ。外の世界が安全だと分かっていなければ逃げ場所も分からないということよね。母親は少年に、外の人間は信用できない、お母さんだけがあなたの味方だと繰り返したとされているのだ。これが長年続けば、少年にとって母親の側にいることが唯一の安全地帯になってしまうのだ。安全地帯であるはずの場所が同時に支配の中心でもあったということよね。そうなのだ。これは心理学でいう共依存の構造に近いのだ。支配する側があなたのためを思っていると繰り返すことで、支配される側はその関係から離れること自体を恐れるようになるのだ。愛情と支配が完全に混ざり合ってしまっていたということかしら。僕はそう思うのだ。少年にとって母親の命令に従うことは
愛される行為と同義だったのだと思うのだ。逆らうことは愛を失うことを意味していたのだ。17歳の少年にそれを断ち切れというのはあまりにも酷な話よね。さらに言えば、少年が母親に洗脳される過程は外部から見えにくい形で進行していたのだ。学校側も近隣もこの家庭の内部で何が起きているかを把握できていなかったと伝えられているのだ。周囲が気づけなかったというのは本当に問題よね。孤立した家庭の中で起きる心理的支配は身体的暴力と違って傷が外に出ないのだ。少年が助けを求めなかったのではなく、助けを求めることすら裏切りだと思わされていた可能性があると思うのだ。外に声を出すことそのものが禁じられていたということよね。その点からすると、少年の内面崩壊はある日突然起きたものではなく、何年もかけてじわじわと進んでいたものだと僕は思うのだ。積み重なった末にある日限界を超えたということかしら。限界というより、少年にとっては母親の指示に従うことが自分を守ることだという回路が完成してしまった状態だったと思うのだ。その回路が作動した結果が今回の犯行だったのだと思うのだ。自分の意思で動いているように見えて、実際には完全に母親に操作されていたということよね。僕はそう見ているのだ。裁判でも母親の主導性が認められ、殺人教唆として裁かれたことはその証左だと思うのだ。でも私はもう一つ別の角度からも考えてみたいわ。少年自身の中に抵抗できた瞬間はなかったのかしら。それは僕も考えたのだ。犯行の直前まで少年が躊躇した様子があったとも伝えられているのだ。躊躇していたということは完全に洗脳されていたわけでもなかったということよね。そこが難しいのだ。躊躇があったとしても、その時点では母親の声が頭の中で全てを上回っていたのだと思うのだ。自分の感情を信じる経験を積んでこなかった少年に、その瞬間に踏みとどまれというのは現実的ではなかったと思うのだ。自分の感情を信じる経験か、それがなければ葛藤が行動を止める力にならないのよね。僕はやっぱりこの少年の内面崩壊の根本は自分という人間の感覚を奪われた状態で育ったことにあると思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただそれを許してしまった社会の側の問題も同時に考えなければいけないと思っているけどね。まず周囲はなぜ気づけなかったのかという点から考えたいのだ。この家庭では母親が祖父母と深刻な対立関係にあったことが背景にあるのだ。祖父母と母親の間に長年の確執があったということよね。そうなのだ。その対立の中で少年は完全に母親の側に取り込まれていたのだ。外から見れば親族間の揉め事に見えてしまい、介入の糸口がつかみにくかったと思うのだ。でも学校は少年の変化に気づけなかったのかしら。毎日顔を合わせているのに。そこが重要な点なのだ。少年が通っていた学校では成績や出欠に目立った問題がなければ家庭環境への踏み込みは難しいのだ。外面を保てている子供ほど内側の崩壊を見落とされやすいのだ。外面が保てているから見落とされるということ？それは怖いわね。親による支配が徹底されているケースでは子供が外で問題行動を起こさないよう訓練されていることも多いのだ。おとなしい子、手のかからない子として通り過ぎてしまうのだ。本当に苦しんでいる子ほど助けを求めるサインを出せないというわけね。近隣住民の視点でも考えてみたいのだ。母親と祖父母の関係が悪化していたなら何らかの声や言い争いが外に漏れていた可能性はあると思うのだ。でも近隣がそれを家族の揉め事と判断してしまえば通報には至らないわよね。そうなのだ。日本社会には今でも家のことは家で解決するという意識が根強くあるのだ。その意識が介入の壁になっていたと思うのだ。それが壁になって子供が追い詰められていく。本当におかしいわよ。行政の側にも介入できたポイントはあったと思うのだ。母親が少年を精神的に支配し祖父母への敵意を植え付けていたとすれば、それはいわゆる精神的虐待に分類されるのだ。精神的虐待として認定されていれば児童相談所が動けたということ？理論上はそうなのだ。ただ精神的虐待は身体的虐待と違って証拠が残りにくいのだ。親が子供に特定の考えを教え込んでいるという状態を行政が把握するのは現実的に非常に困難なのだ。目に見える傷がなければ動けないという構造的な限界があるのよね。もし少年が相談できる大人が学校や地域に一人でもいたなら状況は違っていたかもしれないのだ。スクールカウンセラーや担任教師が定期的に家庭環境を個別に確認する仕組みがあれば見えてきたものがあったと思うのだ。でも当時の学校にそれだけのリソースがあったかといえば厳しいわよね。そうなのだ。カウンセラーの配置数は今も十分とは言えず、2014年当時はさらに手が薄かったと考えられるのだ。制度の問題として見なければいけないのだ。現場の先生や相談員を責めるより仕組み自体が足りていなかったということよね。次に社会構造の話をしたいのだ。この事件では母親が祖父母を排除するという目的のために少年を道具として使ったとも読める構図があるのだ。少年が手段として使われたという見方ね。それは黒幕フラグの確信だわ。そうなのだ。もし母親に意図的な操作があったとすれば
これは少年の単独犯ではなく、母親が起点の犯罪として社会は捉えるべきだったと思うのだ。でも実際には少年だけが少年院に措置される形になったわよね。母親の責任はどう問われたのかしら。母親への刑事責任の追及が十分だったかという点は、この事件の大きな問いの一つなのだ。精神的支配や洗脳を教唆として立証することは法的に非常に難しく、そこに制度の穴があるのだ。長年かけて子供の判断力を奪っておいて責任を問われないとしたら納得できないわ。 DV、虐待、介護疲れといった複合的な問題が家庭の中で同時進行していたケースでは、行政の縦割り構造が対応を遅らせることが多いのだ。この過程でも複数の機関が分断されたまま関わっていた可能性があるのだ。子ども支援、高齢者支援、 DV 相談、それぞれ窓口が別々で家庭全体を見る目がなかったということね。そうなのだ。家族全体を一つのシステムとして見るという視点が行政に欠けていると、個々の問題は対応されても家庭の崩壊は止められないのだ。包括的な家族支援の仕組みが整っていればもっと早く介入できていたかもしれないわよね。僕はやっぱりこの事件の本質は一人の少年の強行ではなく、家庭の中で長年積み重なった支配と孤立が外部に遮断されたまま限界を超えた結果だと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。社会がその閉じた家庭の扉をもっと早く開けられる仕組みを持っていれば少年も祖父母も救われていたはずよ。というわけで今回は2014年に埼玉県川口市で起きた祖父母殺人事件、そしてその背後にあった母親による長年の支配と洗脳を解説したのだ。どうだったメタン？改めて振り返ると、少年も祖父母もそして事件そのものも全て閉ざされた家庭の中で静かに壊れていった結果なのよね。仮説パートで話した包括的な家族支援の欠如という視点は今の社会にも突きつけられた問いだと思うわ。亡くなった祖父と祖母は孫のために懸命に向き合おうとしていたのだ。その善意が最も身近な場所で命を奪われる結末になってしまったことはあまりにも悲しいのだ。どうか2人のご冥福をお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。